はい、皆さんこんにちは。ランジャパニーズチャンネルです。今日はひらがな完全解説、よくある質問、間違いやすいポイントということで、ひらがなに関して皆さんからよくいただく質問にお答えしていきたいと思います。というのもですね、実は以前投稿したこのひらがな動画が大好評で、先日ついに200万再生を突破しました。本当にありがとうございます。今もたくさんの方に見ていただいていて、毎日のようにコメントや質問が届いています。その中でも、これはどうしてとか、これで合ってると同じ疑問を持つ方がとっても多いんですね。さらに前回の動画では、書いて読むということに集中していたので、実は伝えきれなかった大事なポイントもいくつかあります。そこで今日はこういったよくある質問や間違いやすいポイントをしっかり解説しながら、ひらがなをもっと深く理解できるようにお手伝いしていきたいと思います。では早速始めましょう。はい。では早速よく来る質問一つ目。この音って発音が同じなのになんで2つあるのという質問をよくいただきます。この音って発音が両方ともおで全く同じなんですね。ちなみに昔はこっちのおはうおと言って見えるかな、少しうが入るような音だったので発音がそもそも違ってたんですけれども、今現在はこっちのおになっているので全く同じ発音です。じゃあなんで同じ発音なのにこれとこれ2つあるのかというと、文法的な役割が違うんですね。役割。どういうふうに違うかというと、まずおは名詞の一部分として使われることが多いです。例えば、お金とか、顔とかですね。このように名詞の一部として使われることが多いです。一方で、こっちのおは単語と単語をつなぐ助詞として使われます。例えば、お金を払うとか、顔を洗うこのようにおは単語と単語をつなぐ助詞として使われます。もう少し詳しく話すと、このおは動詞とセットで使われて、動作の対象を示す助詞として使われます。
動作の対象を示す助詞っていうと難しく聞こえるかもしれないんですが、要は何をの部分を指し示すということですね。例えば、払う。何を払いますか？お金を払う。洗う。何を洗いますか？顔を洗う。このように、こっちのをは名詞の一部として使われることが多い。こっちのをは動詞とセットで使われて、動作の対象を示す助詞として使われるという文法的な違いがあります。このあたりはね、最初は難しいかもしれないんですが、勉強を進めていくとすぐになれると思いますので、心配いらないと思います。はい、次。よくいただく質問2つ目。このり、見えるかな？このりはつなげて書かなくていいの？という質問をよくいただきます。例えば、本とかに印刷された文字では、りがつながっていることが多いですよね。例えば、こんな感じ。でも、私が手書きで書いたりは、1画目と2画目が離れていてつながっていません。これどっちが正しいの？という質問をよくいただきます。結論から言うと、手書きの場合は基本的に離して書くのが正解です。なので、こっちではなくて、このように離して書くのが正解です。印字の文字と手書きの文字は形が違うことがよくあるんですね。印字された文字は遠くからでも見やすいようにデザインされています。そのため、教科書などで見る印字では、りがこのようにつながっていることが多いんです。でも、日本の小学校では、ひらがなのりは、このように離して書くように指導されます。これは基本ルールなんですね。つなげて書いても間違いというほどではないですし、伝わりますが、日本人が見ると、ちょっと違和感を感じることが多いので、正しく書くなら、りはこのように離して書きましょう。このような文字って他にもいくつかあるんですよ。例えば、ことか、あとはさとか、あとはきとか、あとはいとか、あとはゆですね。これらの文字もりと同じで、手書きで書く場合は、こうやってくっつけずに、このように離して書くのが正解です。はい、次。よく来る質問3つ目。このそって、
こうじゃないのっていう質問をたくさんいただきます。これはですね、前回の動画で補足を入れなかったので、たくさん質問をいただいちゃって申し訳なかったんですけれども、ソっていうのは2通りの書き方があって、こっちもこっちも両方とも正解です。私たち大人の世代は学校で二画で書くこちらのソで習ったので、今でもこちらのソで書く方も多いと思うんですけれども、今の子供は学校でこちらの一画で書くソで習っているそうです。なので若い方だとこっちのソで書く方の方が多いみたいですね。なのでこれから日本語を覚える方はこっちの一画で書くソで覚えた方がいいかもしれないですね。ただこの二画で書くソももちろん間違いじゃないので、書き方が2通りあってどちらでも大丈夫なんだと理解していただければと思います。はい、次。よく来る質問4つ目。ひらがなは全部覚えないといけないの？よくひらがなは全部丸暗記しないとダメですかと聞かれます。結論から言うと、すべてのひらがなを丸暗記する必要はありません。でも、基本のひらがなは何も見ずに言えるぐらい覚えた方が勉強がスムーズになると思います。基本のひらがなってちなみにどの部分かというと、このあからまでこの部分ですね。これ以外の例えばこの濁音とか半濁音とか陽音は丸暗記しなくても大丈夫です。このあたりは読めるように少しずつ練習しながら単語が出てきたときに少しずつ覚えれば大丈夫です。で、基本の部分、この基本のひらがなの部分は日本語の基礎中の基礎、英語で言うとアルファベットと同じなんですよ。なので辞書や単語帳も基本的にこの順番で単語が並んでいます。だからこの基本のひらがなは何も見ずにスラスラ言えるようにした方が勉強がスムーズになるかなと思います。じゃあどうやって覚えればいいの？おすすめの方法を今から紹介します。はい。じゃあ基本のひらがなを覚えるコツ、一つ目。まず、行の先頭を覚える。行の先頭っていうのはこの部分です。あ、か、さ、た、な、はまやらは。この部分ですね。日本人もみんなこの先頭を覚えています。例えば、人の名前をあいうえお順に並べるときとかに、あれ、ねとむってどっちが先だったかなって思うことあるんですよ。そういうときに、この先頭を覚えていると、赤さたな、何ぬね、赤さたな、はま、まみむ、あ、こっちが先だなっていうふうに、こう順番がわかるんですね。なので、この赤さたな、はまやらはっていうこの先頭をしっかり覚えましょう。赤さたな、はまやらは、赤さたな、はまやらは、このような感じで、まず行の先頭を覚える。そして、あいうえお、かきくけこ、さしすせそ、
立ちつてとというふうに、それぞれの行の内容を覚える。こうすることで覚えやすく、また思い出しやすくなります。ぜひ試してみてください。ひらがなを覚えるコツ2つ目。このようなひらがなの表をペタッと壁に貼って毎日見る。そして読み上げる。これがポイントです。こういったひらがなの表はネットでひらがなと入力して画像検索すればたくさん出てきますので、そういった表を一つ、プリントアウトして壁だったり、あとはドアだったりにこうペタッと貼ってですね、で毎日とにかくこう読むんですね。あいうえお、かきくけこ、さしすせそ、立ちつてと、何ぬねぬとこうバーっと読みます。で、赤さたな、はまやらわってこう毎日読むことが大事です。やはり、まず慣れるということが大事なので、毎日目を通してしっかり声に出して読む。これが大事です。ひらがなを覚えるコツ3つ目。なるべく書いて覚えよう。先ほど言ったように、こう毎日読み上げるっていうこともすごく大事なんですけれども、プラスアルファ、なるべく書いてほしいんですね。ノートとか紙に一文字ずつ書いて、そして声に出して読む。この訓練をしていただくことで、理解度がぐっと深まります。そして書いた文字っていうのはやはり忘れにくいんですね。なので最初はちょっと難しいなと思うんですけれども、ぜひノートや紙に一文字ずつ書いて、書きながら声に出して読んでみてください。このひらがなは日本語の基礎中の基礎。英語で言うアルファベットと同じなので、どれだけ練習しても損になることはありません。なので、しっかり書いて、読んで練習してくださいね。はい、次。よく来る質問5つ目。ひらがなの発音に規則性はありますかという質問をいただくことがあります。これ一定の規則性がありますので、その仕組みを説明したいと思います。まず、ひらがなは母音と子音の組み合わせでできています。どういうことかと言いますと、まず、このあいうえお、これらの音が母音となっています。あいうえお。で、母音ですね。母音。で、こっちの縦の列、こっちが子音となっています。例えば、この行だったら K、この行だったら S という感じですね。な、は、ま、や、ら、わ。そしてこの一文字一文字はこの母音と子音の組み合わせでできています。例えばこれだったらか、この文字だったらき、
この文字はく、この文字はけ、こ、こんな感じですね。この文字だったらさ、この文字だったらし。これですね、ローマ字の表記の仕方って2通りあって、ヘボン式だとこうなんですけれども、今回はちょっと説明のため訓令式という形式で説明しますね。す、せ、そ、た、ち、つ。これもヘボン式だとこうですね。て、と、こんな感じで全て母音と子音の組み合わせで発音が成り立っています。せっかくなんで全部いきましょうか。な、に、ぬ、ね、の、は、H と母音では、ひ、ふ、へ、ほ。このま、み、む、め、も、や、ゆ、よ。で、この列はら、り、る、れ、ろ。で、最後はまたちょっと違うんですけど、わ、お、んという感じですね。最後だけちょっと特殊ですね。こんな感じで、すべてこの母音と子音の組み合わせで発音が決まっています。なので練習するときにこの組み合わせを意識してか、き、く、け、こというふうにこの組み合わせを意識しながら発音すると覚えやすいかもしれないですね。はい、次。よく来る質問6つ目。似ている文字が多くて見分けがつかないという、質問というか、コメントをいただくことがあります。で、まずですね、いくつか似ている文字ってあるんですけれども、例えば、この「い」とこの「り」ですね。これ似てますよね。で、どういうふうに見分けたりとか、あと書くといいかっていうポイントなんですけれども、まず「い」っていうのは、こういう感じで、こっちの右側が短いんですね。こういう感じ。よく
初めてひらがなを書く方が「い」を書くと、こういう感じで書いてしまうことがあるんですけど、もう少し斜めになっていて、さらに右が短いという感じですね。で、りの方は縦なんですよ。縦長なんですね。で、右が長いです。なので、この横方向か縦かっていう違いと、あと右側の長さが全然違うので、これで見分けたりとか、あとは書き分けるということがポイントですね。あとはですね、この根とこのレですね。これも似てますよね。で、根の方は最後がぐるっと結び目ができる。で、こっちのレの方はスッと右に払う感じですね。なので、ここまではほとんど同じなんですけど、この後が違うという感じですね。こっちがねで、こっちがれです。こう書いて、くるっと結び目ができる。これがね。で、れは、ここまではほとんど同じだけれども、最後がスッと右に払う。これがれですね。あとは、このぬと目も似てますよね。で、このぬの方は、こう書いて、最後がくるっと結び目ができる。で、目の方は、ここまではほとんど同じだけど、ここから最後がスッと左に抜ける。こっちが目ですね。ぬ。目。はい、こういう違いがあります。このあたりも最初はかなり難しいと思うんですけれども、書いていれば必ず慣れてくるので、何度もぜひ書いて練習してみてください。はい。最後の質問です。ひらがなを覚えたら次にどうしたらいいですかという質問をいただくことがあります。これらのひらがなを覚えたら、ぜひ次は単語を書いてみましょう。まずは簡単な単語から。例えば、どうしようかな。例えば、犬、犬とか、ねこ、猫とか、この2つは愛、
という単語になります。ラブですね。あとはこの2つで家とかこんな感じでたくさんこのひらがなを使って単語を書いてみてほしいんですね。でこのチャンネルでも今後そういう動画を出してみたいなとも思ってますし、あとはご自身が持っている日本語の本とか漫画とかがあれば、そういった中から単語を抜き出してちょっと手で書いてみるということもすごく勉強になると思います。でそれができたら次はカタカナとか漢字に進んでいただくのがいいかなと思います。でカタカナと漢字に関してもこのチャンネルの中でこのひらがなと同じように全部書いている動画がありますので、ぜひそちらもご覧ください。はい。今日はひらがなの補足動画としてよくある質問やポイントをお伝えしました。この動画がお役に立ったという方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。